皆さんお疲れ様です。ゼンウィーラーです。今回はツーリングに絶対に持っていくべき車載工具を紹介していきます。最近暖かくなってきたんで、そろそろツーリングに行きたいなってうずうずしてる方が多いと思います。そんな中で久しぶりにバイク動かすよっていう方も多いと思うんですけど、そうなってくると出先でトラブルが起こらないか不安になりますよね。今回はその不安を解消できる動画になってます。少し前にロングツーリングの装備紹介の動画を出したんですけど、その時は車載工具を煮詰めきれてませんでした。で、そっから車載工具がまとまったんで、今回の動画で紹介させていただこうと思います。これを見ていただければ確実に路上故障からの復帰率が上がります。たとえ山奥で県外でレッカーを呼べないような状況になっても、自分で何とかしてみようっていう気になれる工具のセットになってます。そして実際に何とかして皆さんには家に帰ってもらいたいです。ぜひ今回の動画を参考にして安心してツーリングに出かけてください。自分は80年代90年代あたりの車とかバイクが好きで、ボロいのに乗ってるんですけど、そんな車とかバイクでいろんなとこ出かけたり自分で整備してみたりいろいろ楽しんでます。プロではないにしろ出先の故障の回数で言えば一般の方の数倍は経験があります。なので今回紹介する工具はそんな経験をもとに自分が悩みに悩んで選んだ工具です。今回の動画は企業の案件だったり物を売りたいっていうそういうお話ではなくて、純粋に自分がいいと思ったものを皆さんに共有したい、そういう気持ちで動画を作っています。ぜひ今回の動画を最後まで見て安心してツーリングに出かけてください。今回紹介する工具は全てに意味があります。工具を一つ一つ紹介しながらそれを選んだ理由についても皆さんに紹介していきます。ぜひ楽しんでってください。今回は3つのカテゴリーに分けて工具を紹介していきます。まず1つ目はメイン工具、2つ目がサブ工具、そして3つ目がケミカル類です。これらが全て絡み合うことで今回のセットが完成します。1つかけるだけでも復帰できる可能性が大幅に下がってしまうものばかりなので、ぜひ最後まで聞いてってください。それではまずメインの工具から紹介していきます。まずメインの工具を紹介するにあたって、こういったソケット工具の差し込み角、これを8分の3に統一することを推奨します。普段工具を触らない方だと8分の3といってもなかなかピンとこないと思うので、少し補足しておきます。ソケット工具はこういった形でハンドルとソケットを組み合わせて使用します。その際に差し込む先っぽ、この部分の大きさの規格に種類があります。その一つが8分の3です。バイクや車の整備に使われる主な差し込み角の大きさは3つあります。まず1つが4分の1。これは8分の3より小さくて、小さいボルトだったり母材が樹脂部品の場合なんかに使用します。あまり力のかからない場所に使用されていると思っていただければ OK です。そしてもう一つが2分の1。この2分の1は8分の3より大きくて、その工具の大きさに比例して大きな力で締まっているボルトを緩めたりするのに適してます。だいたいボルトの頭のサイズの目安なんですが、14mm や 17mm 以上になってくると2分の1工具が活躍する場面になってきます。もちろん2分の1工具で小さなボルトを回すこともできます。そして最後に先ほど紹介した8分の3という規格があります。これが最も汎用的で、小さいボルトも緩められるし、大きなボルトも力をかければ回すことができます。なので車載工具として荷物を減らしてなおかつ汎用的に使用したい場合は8分の3を推奨します。それでは次に8分の3の工具、一体どんなものを持っていけばいいのか紹介していきます。まず基本となるのがこちらのハンドルです。ハンドルは2種類用意してください。まず1本はスピンナーハンドルです。こちらは力をかけるときに使います。
主にボルトの一発目の緩め、そういった場所に使います。そしてもう一本がこちらのラチェットハンドルです。こちらもボルトを緩めることはできるんですが、スピンナーハンドルほどパワーをかけられません。その分ラチェットのメリットとして、この背面のレバーを切り替えることで回したい方向を任意に決めて、こういった形で手の往復運動だけでボルトを回していくことができます。わざわざ回転させる必要はありません。これを使うことによってかなりの時間を短縮できます。実際にこの工具を使ったことがある人であれば、もしかすると車載工具で持っていくならこのラチェットハンドルだけでいいんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思います。なぜ2本持っていくのか、その疑問については後ほど回答します。そして次に紹介したいのがこちらです。こちらは先ほどのハンドルに組み合わせて使用するソケットレンチです。外したいボルトの頭に合うソケットを選んでハンドルと組み合わせて使うことでボルトを緩めたり締めたりすることができます。こちらはショートとディープの2種類のセットを用意しておくことをお勧めします。このショートは一般的なボルトを緩めるときに使用できます。そしてこのディープはネジ山が飛び出たナットを外したり、少し遠い位置にあるボルトを外したりすることができます。このソケットもどちらか一方でいいんじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんですが、先ほどハンドルを2本持ってくる理由と合わせてその理由を紹介していきます。バイクや車のボルトの留め方について、一般的にはボルトを回せば外れてくるものが多いんですが、中にはボルトナット締結といってボルトに対してナットが入っているような留め方がされている場合があります。これをボルトナット締結と言います。それを表側から見えてるボルトだけ回したとしても、裏側のナットが共回りしてしまってうまく緩めることができません。そんな時にこの2本のハンドルが必要になります。そしてもう一つ、この2つのセットを持っていくのにも意味があって、多くの場合で同じサイズのボルトとナットが使用されています。例えばこの1セットだけ持ってったとして、このセットには1つずつのサイズしかついていません。なので 12mm2 つ欲しいと思っても、その 12mm が1つしかないという状況が発生します。その状況を回避するためにもこの2セットが必要です。そしてその場合、ナット側にボルトのネジ山が飛び出てる場合があります。その場合にこのディープソケットが役に立ちます。ボルトナット締結の場合はこういった形で使います。場合にもよるんですが、一般的にはナット側を回した方が外しやすいと言われてます。なのでナット側に力をかけやすいスピンナーハンドルを使って、ボルト側にラチェットハンドルを使ってあげると一番効率的にボルトナットを外せると思います。もちろんこのルールに従わなくても臨機応変にボルトを外すことができればそれで問題はないです。あくまで今回紹介しているのは緊急時の車載工具のセットなので、その整備のセオリーに従う必要はありません。そしてこの8分の3工具でもう一つ紹介したいのがこちらのエクステンションです。これは今1本につながってますが2本くっついてます。これは狙いたいボルトやナットが遠い場合に使用します。こういった形で延長してあげると遠い位置のボルトやナットを狙うことができます。そして今回紹介しているこのエクステンションには秘密があります。その秘密が何かというと、この差し込み口です。この差し込み口が実は特殊な形になっていて、奥まで差し込めばしっかりはまった状態で工具を使うことができます。そして一段上にずらしてあげる、少し浅くしてあげるとこういった形で首を振ってくれます。2本とも同様に首振りになってます。この首振りのメリットは、まっすぐかけようとしても障害物があってボルトにうまくソケットをかけられない場合、そんな場合にここを緩めてあげて、この首振り分角度をつけられるので、その角度のおかげでボルトやナットに工具をかけることができる可能性があります。これを使用する際は力のかけ方に少し癖があるので、そこに注意して使用してください。浅くかかってるともしかしたらボルトを舐めてしまう可能性があるので気をつけてください。
こういった形で2本連結してあげれば、その分角度をさらにつけることができます。正直この使い方は力が分散してしまうのでおすすめはできないんですが、今回紹介しているのはあくまで緊急時の車載工具のお話なので、何をどうしようとバイクを修復することだけを考えてください。あと何個か8分の3の工具持ってってほしいものがあって、先ほどと少し毛色が変わるんですが、こちらの六角レンチのソケットです。これもこういった形でこの8分の3のセットを用意するといいと思います。一般的によく見るこちらの L 字の六角レンチでも悪くはないですが、この L 字の六角レンチは使ったことある方だとわかると思うんですが、安いものだとかなりたわみます。そして浅掛けになってしまう場合も多いので、8分の3のハンドルを持ってってるんであれば、こちらの8分の3のソケットも用意してあげるといいと思います。そして六角ボルトを外す時のポイントを一つお話しさせていただきたいんですが、六角ボルトって差し込んでしっかりかかったように見えても、実は浅掛けになっていることが多いです。その状態で回してしまうと六角の穴を潰してしまう可能性が高いので、その六角ボルトに工具をあてがった状態で、ハンドルの柄でも何でもいいので、そのボルトに対してまっすぐ叩き込んであげてください。そうすると奥まで入って舐めづらくなります。そしてその衝撃で緩めやすくもなるので、六角ボルトを外す際はこれを意識してみてください。そして8分の3の工具で、これで最後になるんですけど、これが何かというと、まずこちらはプラグレンチです。最初からバイクに搭載されてる車載工具にプラグレンチが入ってることが多いので、それを使用してもいいんですけど、もしご自身のバイクを確認して車載工具にプラグレンチが入ってない場合は、こういったものを用意してください。それと先ほどもう一つあったのがこちらです。これは何用かというと、車種にもよってしまうんですが、リアタイヤのアクスルの大きなナットを緩めるのに使用します。出先でそんな場所を緩める必要があるのかと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、チェーンを調整するのにそのナットを緩めないといけない可能性があります。そしてそういったナットはこういったセットに入ってるナットよりも大きなサイズの場合が多いです。自分が乗ってるバイクだとこの 24mm なんですけど、先ほど紹介したこのセットには 19mm までしか入ってません。なのでご自身のバイクのチェーンの調整方法を確認して、こういったセットに入ってない場合は別で用意してあげてください。チェーン調整とかチェーンが外れちゃったりっていうことは意外と起こり得ることなんで、これは確実に確認してください。ここで1点補足です。大事なお話なので聞いてください。こういったサイズの大きなソケットは8分の3サイズが見つからない場合があります。そういう場合はコマ落としというサイズを変換できる工具を使って8分の3サイズに変換することができます。しかし今回紹介した 24mm のナットともなると、かなり大きな力で緩めたり締めたりする必要があります。本来2分の1サイズの工具を使うことが適切ですが、今回は緊急時の対応として解説しています。また同じ理由から今回の動画ではトルク管理については言及しません。ホイールのアクスルシャフトの締め付けには必ず適切なトルク管理が必要です。トルク管理を怠ると人命に関わる可能性がある箇所です。それを理解した上で適切に対処してください。こちらはオープンレンチのセットです。オープンレンチは使い方を間違えるとボルトの頭を舐めやすいので、整備的な観点でいくとメガネレンチだったりの方が安全です。ですが今回紹介している車載工具にこのオープンレンチを選んだのにも理由があります。その理由はケーブル調整に使用できることです。これも車種によってしまうんですが、基本的にバイクのケーブルの調整はダブルナットが使用されている場合が多いです。なので口がないメガネレンチを使おうとしても使うことができないので、そういった場合にこのオープンレンチが役に立ちます。そういったダブルナットは同じサイズで止まっていることが多いです。基本的にこういったオープンレンチのセットは10、12、12、14といった感じで
互い違いにサイズが飛んでくようになってます。なので10、12と12、14があれば、その12、2枚のナットをしっかり固定して緩めて締めてということができるので、このオープンレンチのセットを持ってってください。これを聞いた方の中には、もしかしたらこのセットではなくてモンキーを持っていけば幅広いサイズをカバーできるんじゃないかと思われる方もいらっしゃると思います。もちろんそれもありなんですけど、モンキーレンチって意外とこの幅が厚くてナットやボルトに対してかけづらい場合があります。そしてモンキーレンチの精度にもよるんですが、サイズ合わせだったり慣れてないとボルトを舐めさせる可能性が非常に高いです。なので今回紹介している車載工具のセットにはこのオープンレンチのセットを採用しました。もちろんモンキーレンチがダメというわけではないので、実際にご自身のバイクと自分の使いたい工具を考えてセットに加えていただければいいかなと思います。メインの工具の最後はこちらのドライバーです。ドライバーはプラスとマイナスそれぞれを用意してください。ここにあるドライバーは差し替え式になっていて、こんな感じでプラスドライバーとマイナスドライバーを選べます。そしてネジにはサイズがあるんですが、このドライバーは先が少しテーパー状になっていて、様々なネジを外すことができるようになってます。そういった汎用性が高いドライバーを選んでいただくのも一つの手だと思います。先ほど紹介したこのソケットなんですけど、実はバイクの整備にはあまり使われないサイズっていうのも含まれてます。例えば 13mm だったり 15mm だったりとか、なので本格的に軽量化するのであればそういったサイズを弾くのもありだと思います。ただ自分はこのセットをフルで持ってってもいいかなと思ってて、理由としてなんですけど、もし一緒に行った仲間のバイクが優れたりしたら、そういったバイクを修理する際にそのサイズを使う可能性がありますよね。そしてお知り合いじゃなかったとしても困ってる方がいたら、もしかしたら使える可能性があるんで、数本分の重さならこれは入れといてもいいかなと思います。まずはじめに紹介したいのがこちらのワイヤーブラシとサンドペーパーです。まずワイヤーブラシから用途を説明していきます。このワイヤーブラシは何に使うかというと、ボルトの頭が汚れてたり錆びてたりした場合に、このワイヤーブラシがあればその錆や汚れを落としてしっかりと工具をかけることができます。次はこのサンドペーパーなんですが、バイクのトラブルで非常に多いのが電装系の不具合です。その原因として多いのが接点不良です。その接点の腐食だったり汚れだったりが主な原因なんですけど、その接点不良を回復するのにかなり役立ちます。このサンドペーパーで磨いてあげることによって導通させてあげることができるんで、このサンドペーパーを持っていくことをお勧めします。どちらも軽くてそこまでかさばるものではないので、この2つはセットで持ってってください。2つ目に紹介したいのがこの白いマーカーです。これを何に使うのかっていうところなんですけど、チェーンアジャスターやキャブレターのエアスクリューにアイマークをつけるのに使います。例えば燃長がおかしくなってエアスクリューを調整してみようってなった場合に、何の用意もなしにエアスクリューをいじってしまうと元の状態にすら戻せなくなってしまいます。そういった場合にこの白マーカーを使ってエアスクリューにアイマークをつけてあげることで、そのエアスクリューを回しても改善しなかった場合に元の状態に戻すことができます。チェーンアジャスターも同じような考えです。チェーンアジャスターにはメモリが振ってある場合が多いですが、出先でトラブった場合に日中の明るい時間だけとは限りません。暗い中で復旧作業をしないといけないっていう場合に、そのメモリを読もうとするのは結構大変だと思います。なので外す前にしっかりこいつでアイマークつけてあげて現状復帰できるようにしてあげましょう。その一手間で皆さんが帰れるか帰れないかが決まる可能性もあります。そして次に紹介させていただくのがこちらのプライヤーとニッパーです。この2つを同時に紹介させていただきます。
なぜこの2種類が必要なのかっていうところなんですけど、このプライヤーについてはつまんだりケーブルの調整部を掴んで回したりするのに使います。このニッパーは配線だったりいろんなものを切るのに使えます。このニッパーなんですが、意外と知られてない使い方があって、さっきプライヤーでいろんなものをつまむっていう話をしたんですけど、このニッパーも場合によってはつまむことに使えるんです。どういうところに使うかと言いますと、プライヤーでつまむと力を入れると滑ってしまう部分もこのニッパーを使えば引っ張れるケースがあります。もちろんその相手の部品は傷ついてしまうんですが、それを考慮しても今回のテーマである出先での故障、それを直してなんとか自走で帰るっていう部分でいけばかなり役立つアイテムです。次に紹介させていただくのがこの配線です。この配線はご想像の通り配線を修理するために使います。例えば転んでウインカーが折れてしまった場合にこいつがあればその線をバイパスしてあげることで修理することができます。この配線はこのまま持ってってもいいんですけど、このままだと少しかさばるのでこれ1ヒロぐらいあればいいと思うんですよね。1ヒロってこの両手を広げた長さなんですけど、だいたいこれが身長ぐらいの長さになって、この身長ぐらいの長さがだいたいバイクの全長でもあると思うんですよ。なのでこの1ヒロ分取って切って持ってってあげることでさらにコンパクトに持ち運ぶことができるんで、こういった形で持ち運ぶことをおすすめします。この配線を修理するとなるとギボシや電光ペンチが必要になると思われるかもしれないんですけど、これは緊急時の工具セットなのでそんなものは省きましょう。そうは言ってもそれじゃあどうするのっていうお話になると思うんですが、そこで頼りになるのがこちらのターボライターです。例えばこの2本の配線をつなぎたいとして、この被膜がかぶっちゃってるんで電光ペンチが欲しいところなんですけど、さっき紹介したターボライターで炙ってあげるとこういった形で簡単に被膜を剥くことができます。これで被膜が剥けたらこの被膜が剥けた部分を合わせて折ってあげて、こういった形でねじってあげればあっという間に結線することができます。結束できたはいいんですけど、導線がむき出しの状態なのでフレームなどに接触したらショートしてしまう可能性があります。そこで必要になるのがこの絶縁テープです。この絶縁テープを配線に巻いてあげればあっという間に先ほどのむき出しだった導線を保護することができるので、この絶縁テープも配線と一緒にセットで考えて持ってってあげてください。緊急時の対応であればこういった状態で十分です。家に帰ってからしっかり修理してあげれば何の問題もないです。この絶縁テープは配線以外にも折れたウインカーを固定してあげたりとか、そういった利用方法もあるので、この絶縁テープも必ず持ってってください。さっき紹介し忘れましたが、このターボライターは固着したネジやボルトを外す時の炙りにも一応使えます。なのでこの配線とライターと絶縁テープ、この3種類セットで持ってってあげましょう。最後紹介したいのが2種類あって、それがこちらです。まず1個目が針金です。そしてもう1個がこのタイラップです。どちらもボルトが脱落してしまった部品だったりを固定するのに使えます。タイラップは紹介するまでもないと思うんですけど、これ今長さ1種類しかないんですけど、できれば長さ違いで何種類か持ってってあげるといいと思います。この針金も部品の固定に使えます。そこで部品の固定だけであればタイラップだけでもいいんですけど、この針金にはタイラップにないメリットがあって、そのメリットが耐熱性です。この針金が必ず必要になるシーンとして、マフラーエキゾーストパイプのボルトが外れてしまったりバッフルが外れてしまった場合、それを仮固定するのにこの針金がめちゃくちゃ役に立ちます。
とにかく熱くなる部分にはタイラップは使用できないので、こちらの針金を使用することになります。もし針金を持ってってない場合は、先ほど紹介した配線を針金代わりに使用することもできます。それではここまでメイン工具と補助工具を紹介してきました。長丁場になってちょっと疲れ始めてると思うんですけど、ケミカル類はあと2つだけなんで、ぜひ最後まで見てっていただけると嬉しいです。ではそのケミカル類のまず1つ目お見せしていきたいと思います。まず1つ目がこの接点グリスです。普段から工具箱に入れっぱなしのやつなんで、かなりいい感じの味が出ちゃってるんですけど、この接点グリスを持っていくことをお勧めします。用途としてはコネクターやギボシの接触不良の改善ですね。さっきサンドペーパーやワイヤーブラシをお見せしたんですけど、それでも届かないコネクターの中のピンだったりギボシの結束部分に使用できます。ぜひこの接点グリスは持ってってください。そして最後のケミカルも油もんなんですけど、最後に紹介するのがこちらのワコーズのチェーンルブです。別にワコーズじゃなくてもいいんですけど、これはもちろんチェーンを潤滑するのに使います。というかそれがまともな使い方なんですけど、これをこっから音声後入れになるんですけど、ここで話した内容が後から編集してみたらちょっと波乱を呼びそうな内容だったんでカットさせてもらいました。ここまで見ていただいたのにすみません。お詫びと言ってはなんですが、コメント欄に今回紹介した工具リストを置いとくので、よければ参考にしてください。もし皆さんの周りに最近バイクに乗り始めたって方がいれば、その方にもこの動画をシェアしてもらえると嬉しいです。それでは動画もう少し続くんで、よければ最後まで見てってください。今回はこのワコーズのチェーンルーブを紹介させていただきました。手元にはないんで紹介はしなかったんですけど、パンク修理キットはこれに合わせて持ってってあげるといいかなと思います。というわけでここまで長々とお話ししてきましたが、もしここに追加でこれはないとダメだよねとか、こんなん持ってくと便利だよっていうアイテムがあれば、ぜひコメント欄に書き込んでください。この動画のコメント欄も皆さんの情報源として使っていきたいので、積極的にコメントいただけると嬉しいです。この動画はこのチャンネルにずっと残しておくようにするんで、この動画の評価ボタンを押したり、チャンネル登録していただいて、もしかしたらバイクを降りてまたリターンライダーとして戻ってくる際だったり、そういった場合に見返していただけるといいかなと思います。トラブルが発生しないことが一番ですが、もしトラブルが発生した際にこの動画で揃えた工具が役に立ったっていうケースがあれば、絶対コメントください。そしたらめちゃくちゃ喜びます。それではトラブルを恐れずに皆さんツーリングに出かけていきましょう。お気をつけて。